ご視聴ありがとうございます。今回は苦手意識を持っていたのに使い始めたら気に入っちゃった道具とか、これは使わないだろうと思っていたけどとある用途には便利だった道具紹介したいと思います。1つ目、ベラのロックボール付きヘックスソケット。ビットの先端にボールが仕込まれてまして、ヘックスネジを保持することができるソケットです。保持できるソケットが便利というのは高健さんの製品を使って知っていました。ネジを落とせない奥まった箇所にはこのシステム本当に便利です。特定の作業には必ず使う道具となってます。しかしネジに当てる際の押し込むような使用感が合わなくて常用はしていない道具でした。保持機能付きのソケットは基本こういった使い心地だと思い、特殊な道具寄りな印象を持ってたっすね。またこれは私の持つベラへの印象なのですが、ベラ製品って尖っている極端な道具が多いと感じていまして、ネジと触れる部分が攻撃的とも違うんすけど、イケイケな印象がありました。ネジを回す能力は高いのですが、その代償というか気を抜いて使い方をミスるとネジを壊してしまう印象があったのです。常に全力完璧に扱わないとならないような、ドライバーとヘックスで特にそれを感じていました。ですからベラの保持機能付きソケットとなると、それはもう私の中では特殊な部類に入る道具、ここ一発的な道具で自分が使うことはないかなと思っていたのです。しかし今回のヘックスソケット、インチのヘックス、普段はスタビレを使っていますが、ハイト短めなのを探していまして、お店で相談したらこれ勧められました。食わず嫌いも良くないと苦手意識のあった道具を試してみることに。外観はこちらです。その形からか色使いからか最近の道具という雰囲気を感じます。さらっとしたきめの細かい梨地です。ボトムにはアグレッシブなローレットが切られています。仕上げは綺麗ですね。六角の先端はこんな感じ。ベラのヘックスプラスに加えてネジを保持するためのボールが入ります。ボールは爪で押すとへこむくらいの強さ。実際に保持をしてみるとこんな具合です。試しに16分の5のネジ、だいたい M8 くらいのネジで使っていますが、しっかりと掴んでくれます。大げさに振っても落ちてしまうようなことはありません。セット替えをしますと特徴的なソケットレールに収まってやってきます。これベースは布。端には吊り下げるための小さなカラビナ的なものが付属。裏面は面ファスナー、マジックテープとかベルクロテープと呼ばれるものになってます。ソケットの保持はツイストロックタイプとなってまして、緩め方向に回すとロックが解除、反対に回せばロックがかかり、不意にソケットを落としてしまうことはありません。操作は非常に快適です。このホルダーを見ながらいいなと思った点が、サイズの印字がきっちりと一面に並ぶことです。そのためパッと見て欲しいサイズをすぐに手に取ることができます。これできるソケットって結構珍しいんですよね。私持っているのは迷宮のぐらい。パッと見でサイズが判断しにくいインチのソケットなので、これは使いやすいところに感じています。さてベラのソケット、作業に使ってみた感想として、これ本当に悪くないです。ロックボールがついているのに使用感が悪くないのです。先にお伝えしましたが、似た道具の高健さんのボックスソケットで感じたネジに当てる時のわずかな抵抗が、このベラのヘックスソケットでも感じはするのですが気にならないのです。使っていて違和感がありません。ヘックスのソケットってボックスソケットよりもネジに当てにくいというか、ちゃんと入ったかが分かりにくいので、普段から押し込んで確認しながら使うっすよね。ですからこのベラでロックボールが追加されても使い方が変わらず違和感がないのだと思います。またヘックスの先端、ちょっと分かりにくいんですけど、面取りが多め、しっかりと取ってありまして、どちらかというとネジに入れやすい形状ですから、ロックボールがあっても気にならないのでしょう。違和感なく使えるホールド機能に悪い印象を持つはずもなく、決してこのロック機能必須ではない場面でもふとネジを保持してくれる便利さを感じることはございます。ネジへの攻撃性みたいなものも今のところ感じてません。使い方的に奥までちゃんと刺すってことと、
ヘックスの L 字ではネジに食い込んでいくような、遊びが大きいようなそんな使用感があったのですが、ソケット工具になりますと各所で遊びが出ますので、それがなまってしまうのか苦手な使用感というのは感じなかったですね。クイックリリース機能を持ったラチェットもしくはエクステンションとの組み合わせを勧めます。短いので小さなサイズは特につかむところがなく、差し込みの硬いラチェットと組み合わせますと困ってしまうレベルで取れません。外すためにグローブをはめたりノンスリップマットを使うこともしばしば。各社のラチェットにつけてみて相性は悪くないですし、ソケット側1箇所穴が開いてますので、ボール位置に癖のあるハンドルではそこを使えば良い。相性問題が起こりにくく悪くないはめ合いではありますが、このなかなか外せない問題だけはご留意をいただきたいポイントです。それから耐久性は気になります。ボールが入る穴がある分、当然普通のソケットに比べ弱いでしょう。実際海外のレビューを見ていますと壊れやすいという意見はございます。がっちり固着ボルトをガツガツ緩めるような使い方には向かないと感じました。大きなトルクかける場合は普通のソケットを使うようにしています。また何があってもインパクトでは使わないのが賢明だと感じました。カラーコードについては綺麗だなぐらいですね。他社のミリサイズの色付きヘックスレンチも持っていまして、もう色が入り乱れている状況、どのサイズが何色というのは全く覚えておりません。これメインで作業する場合は便利かもしれませんし、あって困ることはないですけど、私は今のところ利便性は感じておりません。ベラのボールロック付きヘックスソケット、食わず嫌いしていたのを本当にもったいなかったと感じたソケットです。機会ございましたらお試しください。2つ目、折りたたみのスケール。パッと見前時代的なこの道具、長さ測るなら金差しがいいし、長いのはメジャーを使いますので、これは何に使ったろうと考えていましたが、あるものの角度合わせに便利に使えました。オートバイのハンドル、片側ずつのセパレートタイプを左右で同じ角度に組み立てるのって結構難しい、悩むんですよね。定点からハンドル端までの距離を左右で合わせてやったりしてましたが、それでもちょっと角度はずれるんです。かといって体の感覚は本当に当てにならず、そんな時にこの折りたたみスケールを使います。フォークの端やトップブリッジの突起などで適当にまっすぐを出して、でそれを基準にハンドルの角度とスケール角度を合わせます。ひっくり返して反対側のハンドルも同じ角度に合わせるって具合。単純な方法ですが、そこそこ正確でとても簡単。私の求める精度ならこれで問題はないっすね。感覚だけでやるよりよっぽど良い結果となってます。それからリアタイヤの引き量の調整、左右合わせるのにも使えます。最近のバイクはだいたいメモリが切ってありまして、それを左右合わせておけば問題はないですが、しかし一度も確認しないのにそのメモリを信じるというのは私の性格ではなかなかできないのです。スイングアームのピボット中心からアクセルの中心までの距離を測りますが、入り組んでいることが多いのでメジャーなんかで測るのが難しい作業。折りたたみスケールならば関節で曲げることで障害を逃げれるので、数字は当てにならなくはなりますが、左右差は測れることがございます。当然もっと良いもの、正確に測れるものはございますが、手軽なお値段と単純な使い方で問題を解決できる折りたたみスケール、案外素晴らしいなと感じました。ピンときた方お試しください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。